どうも皆さんこんばんは、夏目さん。めっちゃガサってしたな。ガサガサだね。もう一回行こう。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのケンです。ダメだ。もういいや今日は。ガチャガチャだね。どうぞゲンちゃんどうぞ妻です。サブちゃんじゃねえんだぞ。ああ違かった。サブちゃんじゃねえんだ。これサブちゃんじゃない。だけど今日僕がちょっとまだ声がガサガサ期なので、ガサガサになるよ。ならなくていいだろうなってたんだから年末。付き合うよ。ということで、いいんだ。あいいよ。まあいいか。まあいいよ。何も書いてないし。書いてあるじゃん。はい。これはゲルーの苗木だっつってんだろ。今年のこのさ、土地狂った夏目さんシリーズ結構好きなんだよ。これ全部言ってみ。かさぶたうめえ。パビリオンって何リオン？正直肋骨ってちょろい。じゃちょまいで。ちょまい。なんだちょまいって。数字は嘘をつかない。チョコすすが？とこすっとんっぽい。さあこの中でゲンさんが本当は言わないことはどれだ。逆だろ。本当はいつも言ってることを探させる。これだろ大体言ってんの。でもなんかこれだった時怖。まあ確かに。じゃあゲンさんこれだけは言ってるんだっていうのもちょっと怖いよな。言ってるよこれは。昨日言ってた。ごめんマジで言ってる。数字は嘘をつかないってよく言う口癖。ということで今回は。これはもう何をするかも分かってないよ。正直僕もあんまり何をするか分かってないんですけども、そういう時は大体どうも、赤の他人です。赤の他人今日ここに何て書けばいいですか？確かに。なんて書きますか？なんて書こう。移動経路。移動経路。どうした旅行でも行くん？移動傾向。はい雑すぎる。落書き部屋イズムがちょっと流れちゃってる、このスタイルになるとさ急にメインチャンネルなのに緩い空気が流れる、いつも緩いんだけど、より緩くなってくるのはどうなんだろうかっていう、何移動傾向って誰？移動傾向みたいな。今日はですね、はいお二人にちょっとクイズというか問題を出してお絵かきで答えてもらおうと思ってまでもす。このシリーズ好き。出た、ありがとうございます。楽しい。このクイズやる感じが楽しいよね。好き。今日はですね、とあるキャラクターの移動経路からキャラクターを当てて、そのキャラクターを描いてもらおうと思ってます。斬新。大丈夫か？こっちとはチリが終わってるやつが片っぽいるんだし。そうでしょ、そう確かに鼻で笑ってもらってだからとあるキャラクターの移動経路が、カードになって出ます。でそれが、多分7枚ぐらいあって、ありますね。じゃあこのキャラクターは1から7に向かって移動してるってことだ、作中物語の中で。なるほど。面白い。言ってます。面白い。まあおそらく2人とも知ってるキャラクターだと思うんですけど、これから交互に好きなところ1枚ずつめくってってもらいます。しかも順路じゃないんだね。まあ最初から開けてってもらってもいいんですけど、お好きにで、分かったところで、分かった方の人は分かったぞと言ってもらって、早押しだ。でもう一人の人まだ分かんなかったら、その分かった方の人は見ずに、分かんなかった方だけ分かるまでめくり続けてもらいます。なるほどね。でキャラクター書いてもらって、2人とも合ってた場合は早かった方が勝ち。めくった枚数が少ない方が勝ちってことですね。で片方しか合ってなかった場合は、合ってた人が勝ち。なるほど。2人とも分かんなかった場合は、折りキャラとか書いてもらって、妄想でこの場所移動しそうだなこいつみたいなやつを書けばいいってことですね。長距離移動でだいぶもうこいつはすれてるだろうなみたいなのとかを考えてもらって、折りキャラ書いてもらって、そのキャラクターのなんか納得感で私がジャッジで勝敗決めますので。ふわ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 です。絶対に対決が成立するようになってる。そうだ、厳しくもふわふわな。いきましょう。やっていきましょう。やってみましょう。よろしくお願いします。じゃあ1回戦目じゃんけんで勝った方がね、じゃあ出てますか。行こうか。最初はグー、じゃんけんチョキ。これできる？こっちがついてきてる。無理。じゃあ無理だね。じゃあ最後の勝ちだ。なんなんだよ。まあとりあえずスタートからいくわ。これ1回戦目だしね。はいよ。宮崎県で俺分かったよ。嘘。俺言っていい？横田さん。ここに出さないだろ横田さんは。宮崎県出身だっておっしゃってた。宮崎県？宮崎県。じゃあ分かんないよ。ほら、宮城だと思うでしょ。虎杖裕二だと思った。虎杖裕二と思ったら違うわ。どこに行ったかで問題はいきます。無理異空間の前にどこにいたか。確かにそれが大事。それが一番大事。岩手県。でも異空間に行った時点でもうテニスの王子様じゃないから。まあそうだね。なんで候補にいたんだよ今まで。宮崎県からどこに行ったか。どこに行ったか。愛媛県。結構動いてない。ちょっと北上したよ。逆に当てるわこれ。岡山ですこれ。
兵庫だった隣だった。なんでこれさちょっとずつ動いてるかだよね、確かに移動することに意味がある物語だと思う。いやそうだよね。これちなみに物語っていうのは最初から最後ですか？じゃない場合もあります。あ、なるほど。途中を切り取ってる場合もあるね。はい。ちなみにそうこの問題、ネタバレを含む可能性がそりゃそうだよな、はい、ありますので最終到達地点異空間ってネタバレっぽいもんな。そう、ねお気をつけください、スポーツ系だと思ったんだけど、いやわかるわかる。スポーツ系でなんか最初はほら、例えば宮崎県だったら、そう九州大会があって、でなんかこう地方のさ、別の学校とやって、関西大会みたいなのがあってみたいなイメージなんだけど、異空間があるからな次元を超える作品ではあるってことだね。これ全部開けないと分かんない。宮城に行ってる。でも開けるわ、だってこれ大阪だもん。東京都ゲームマスター、これは主人公ですか？そんなこと聞くこの問題に対して最初からちょっともらいすぎると、ちょっとゲームとしてあれかもしれないので行きましょう。はい、宮崎県に始まり異空間で終わるキャラクターやっていきましょう。よーいスタート。なんかどうした？おごぼどうした？もうダメみたいです。今までありがとう。おごぼ嘘だろ。じゃあ不詳私吉良がタイマー係を務めさせていただきます。はい、お願いします。よーいスタート。正直1回戦目ぐらいははいはいいけますいけますみたいな。てかなんかすごい失礼なこと言うとさ、さやはいけなくても俺はいけるかと思ってた。おお失礼太陽の国宮崎生まれだから、多分笑顔が眩しい太陽のように。異空間ってなんだ？もしかしてタイムスリップしてる可能性もあるし、転生してる可能性もある。南方先生みたいな。あ、そういうこと？ドゥルルルー分かんなくなっちゃったわ。ジンのテーマソングを今高らかに歌い上げようとしたら、私も頭の中でさ、江戸の街を見下ろすさ、すごい高台からさ夕日の映像が頭に浮かんだのに。ドゥルルルルルドゥルルルルルドゥルルルルいやソウルキャリバー2関係ねえじゃねえかよこいつ平成から全然出てこれてね。ジンあれじゃないの？トゥルルルルルドゥルルそれだトゥルルルルルバカにしてるだろ。バカにしてないなんでさジンのテーマソングを思い出す回になる異空間と悪空間うるせえなドラえもんかなって今思ったんだけど一瞬。そっちが異空間でやるんだったら俺だって異空スポーツ考えるし異空スポーツ考えたビビ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 もう一つの企画時々不安になる時あるよ。俺の名前は宮崎県生まれ。ギャグ漫画の始まり。しかも読み切り。連載は許されない。宮崎県生まれ可愛いじゃん。生まれさ、出身が全然違うっていうミスリードじゃない。誰が言った？俺が宮崎県生まれだ。俺の名前は宮崎県生まれだ。何の関係があるんだ。腹立つの。腹立つ。親どうしちゃったんだろうね。宮崎県生まれくんはね、室内スポーツだけどサンバイザーとかって。はい、ということで宮崎県に始まり異空間で終わるキャラクターせーのドン。漫画のキャラわかりませんでした。僕もわかりませんでした。なんかエモい女の子が生まれてる、異空間から来てる。逆です。この宮崎県は我々の知ってる宮崎県ではなく裏宮崎県なんですけど、うわ全部それで反転してる色のない世界にいますこの子。おー、だからそのカラーなんだ。そう全く色のない世界。作画コストかと思った。作画コストもある。これ異空間っていうのは、主人公目線から見て異空間は我々のいるこの空間なんですよ。ひょんなことからその表の世界と裏の世界がくっついてしまって、そこであれやこれやする少年少女のロードムービーです。なぜこの世界ってこんな色がないのだろうかというところから始まっていく話です。いいそれ、でも空は青いんだね。ここから帰るんで、ここジュイーンと見て、でこの青空は表にポン。そう表にポンだから、でこっちは裏にポン。だから夏の青空と入道雲があるんです。そういうことね。作画コストじゃん。作画コストもある。これはもう宮崎県生まれ。何されてんの？違う、これ宮崎県生まれくんがバチョミントンで全国を目指す物語だから、これはバチョミントンラケット。それがこの馬崎県宮崎馬崎県ってどこだ？裏宮崎作るな。初めてやるバチョミントンの才能に目覚め、まず九州大会、九州大会で愛媛県に部員を勧誘する。部員なんだ。そうここに部員を勧誘して、でこれ関西大会、
そうで次全国大会、マネージャーがトラブルに巻き込まれてるから、マネージャーの地元の宮城県に行ってトラブルを解決しに行く、なるほどね。そうで岩手県に強いやつがいるから会いに行った、ラスボスバチョミントンっていうのは本当は異空間から来た特殊スポーツだったということがなんとここで発覚するという激アツな物語なんですね。どうよタイトルコールとあるキャラクターの移動経路としか言ってないと思うんですよ。漫画だけじゃないです。漫画以外もちょっと考えてなんとなくそういうことアニメか。小説映画ありませんかね。そう言われたら確かにいろいろ選択肢が広く選なってくる。択肢広がるでしょ。確かに広がった結果わからんわ。なんか桃鉄ぐらいしか出てこない確かになんか桃鉄のボンビーみたい一回なサマーウォーズ。違います。違いました。意外とわからんもん。君の名は違います違う。すずめの戸締まりのすずめちゃん。正解です。踊ったー。愛媛県ですごい坂をさみかんバーってこぼしちゃうシーンを思い出して、あー確かに。あれ愛媛じゃなかったかなと思って確かに。考えたら当てられるのになんで俺バチョミントン書いたんだ最後あれは扉開けて異空間か常世っていうとこにうんうんうわそうじゃん。てか宮城と岩手じゃん。気持ちいいけど俺が書いたのこれだ。宮崎県生まれあれでしょ。ってことは1回戦目の勝敗は、今の回答はもうまあ抜きにして、まあね農家はいここだけなんで。どっちがいい？うん。宮崎県独創性という意味ではさやさんの方すごい評価したいんですけど、やったー。なるほどね。まあ今誤審とか厳しい時代なんでおーなるほどね。ユンさんかなでもちょっとちょっとスズメの戸締まりの世界観に近いのはこっちや。感じあまあ確かにあるし、うん映画の結末と照らし合わせるとすごくなんかエモいなみたいなあー確かに確かに感じもあるなと思って。そういうことですよ。エモいだろうバチョミントンもはいじゃあ2回戦目のカードあここが6枚だあはい6枚今回は6枚あんまり動かない。次は当てたいねちゃんと。ねじゃあ次ゲンさんどうぞ、じゃあやっぱり最初でしょ。一応。宮城だね。宮城だね宮城だねで待ってここが東京だったらなんとか回遊してると思うんですけど、まだわかんない。どっかに京都が入ってる可能性があるあめくんないこの次でしょ。うんだからこの次この次宮城からこっち東京になっていたら。で試しにさやが書き始めるからゲンさん向かいやめる絶対正解だからもうこの時点で。あいつだろこれ。はい、じゃあまた15分いきまはーいす。はーい。よーいスタート。ちょっと待って一回考えよう待って。作中の移動経路だけで言ったらさ、これなんとねスクナも一緒なんですね。ちょっと試しに2番開けてみようかなえ？いやそういうのあり？やめとくいやいいやめとく。書こう。やめとく君が信じるもの書けばいいじまあ宮城といえばね、ゃん。うん。去年はすごい配給で盛り上がってたみたいですしね。うん。あ、お日向書けない配給かもよお前が書け。お前が書け俺はもう虎杖裕二の口になってんだよ。違う読んでないからさあ、そうか。さやさんそうそうそうか。実会社は読んでるんだけどさ、ほら配給はまだ未読だからさミリ集なのね。そうそういやでもさ、そうだよ。虎杖裕二だよ。俺たちはもうさ戻れねえんだよだって俺はもう2択しかねえ虎杖かバチョミントンしかねえんだよまだやんのかあいつ。バチョミントンの続編作るのいいだろ。漫画のキャラクターってさ、うん。痛み耐性ありすぎじゃないですか。まあ肋骨って折れるもんだもんね。まず折れるところ何本折れたかから始まるやつ。なんかイニエシャとか読んでる時さ、うんイニエシャって汎用だからさやっぱ人間より硬いわけよ、はいはい。お腹に穴が開くところまず貫通するところからスタートみたいなさ、まあそれはわかるじゃん。でも妖怪だから。そうでもねさそれを小学生の時期に読んでしまってるから、自分のオリキャラも、まあ、とりあえずお腹に穴が開くぐらいはまあ平気かみたいなやわかるわかる。いや僕もワンピース出身だからさ。確かに血は2リットル失ってもまあ平気かみまあたいな。大丈夫だよ、大丈夫。あでもそれはさやさんもねうん耐えたから。うん、さやさんもギリ耐えてでもそれ医療の力も入ってるじゃん。うん、ありがとう本当に私ブリーチのさ、夜市さんとはいはい。修行してた時かな、怪我してる時に温泉入るの痛いなって思って見てた。ああ。でもさ痛がってるのも結構さコミカルに痛がるじゃんあいつら。日常会でしかさ痛覚復活しないじゃんあいつらそれはでも意外と正しいのかもね。あでも戦闘中ってやっぱりアドレナリン出ちゃうのかなそうそうそう出ちゃってる可能性はある。あいつらやっぱ。そういうことか。虎杖裕二でも動画ね何回かいたの、なんかね虎杖裕二はねなんかお世話になり最近ちょっと書いてる気がする。そうでしょ。そんなこすってるキャラクター私がまた出すと思いますか。確かに累計発行部数1億部だぞ。すごいゲンさんが1億人いたって足りないよそうだよ。いやそうだよじゃねえよ。ゲンさんが1億人いたら足りるだろ。はいということで宮城県から一旦今の情報だけだと東京に帰結するはい物語、せーのドン、短絡的にね。まあ、とりあえずでも順番に見ていこう、だって宮城県でこれ次東京来たら虎杖裕二じゃん。どうこれは裕二これ裕二いやわかんない路線ちょっと強くなってきた。まだいるよ東京の次は京都じゃないですか。京都で練習試合じゃなくてあ京そうそうそう都組と練習合同演習みたいな演習やった。せーの神奈川この4と5のどっかに京都が入ってたら、うんじゃあ裕二説あるああなるほどね。いくようん
あ、帰ってきた。帰ってきたわ。埼玉？あれ京都は？待って京都は？これ不安になってきた。愚か愚か。よろしくお願いします。石田先輩。愚かなのは俺だよ。虎杖裕二だよ。やったそんなに煽っといて虎杖裕二のことあんのか。1回戦だこれ。間違えた。はい、まずそう一番最初スクナと出会い、はいで、呪術高専が東京都にあるの東京でしょ、拘束されて東京にありました映画館で変形させられた事件あったじゃないですか。吉野順平の件。順平って神奈川なの？あの件があってななみんと神奈川に行きます。なるほど。で、東京に戻り、姉妹校の交流会があれ東京であります。来たんだ。そうだ。はい。京都組が来たので、京都組が来てくれて、東京であります。伏黒の地元で起きた刺殺事件の件で埼玉県に行きます。3人で。その後東京は渋谷事変以降が東京。ここまででした。はい、やったー。宮城が出たのだって1回戦で言ってたもん。1回戦でこの話してた。うわでもまあこれは良かった当てられた。やったー。あとなんかやっぱね虎杖裕二はね書いてて楽しいね。楽しい。僕が好きな顔なんだよ。かっけえっすよねやっぱ。というわけでここまでじゃあということはバチョミントンと虎杖裕二しか書いてないわけで、これは引き分けじゃん。そう、引き分け。次で決まるわけだ。おこぼ復活。それでは3回戦目。ちゃんと3回戦の感じ。マジでも1回戦目結構難易度高かったな。ね、それで言うとさやから僕2回戦目やった。まあとりあえず、最初は見とく。最初は見とく。横浜スタート。横浜市すごい具体的じゃない？ね、具体的。なんで急に市町村まで来た。ね。これも7見たいけど、7見たら絶望しちゃいそうじゃない？そうそれはある。今まで17で開いてきたから。そうじゃあ2開いてみる。順当に。ほう。なんでこれ横浜から名古屋に愛知県名古屋市1個ずつさだってさ、考えていかないとさ俺たちポイント差つかなくなっちゃうから。いやそうだね。いやついてるよもう俺が勝ってるからどっちも当ててないのに。まあいいやめくっちゃおう私、いくよ。はい。宇治京都府宇治市京都府木津川市木津川市すっげえ細かい。具体的じゃなきゃいけない漫画なんだよ多分。7番が7番開けていい？それここ見てんの？違う、あなたが開けたね。俺が開けたらもうダメだ。はいよ。じゃあ私が7番開けた。何でもいいよ。宇治に帰ってきた。わ。待って私分かったかもしれない。なんでわかんない？これ分かんなかったら私を笑ってください。私はこの動画のゲーム性のために私はここで抜けます。じゃあちょっとさえ見ないで。全部開けるから。分かった。見ない。でロック。目つぶってる。もう眼鏡もしてる。はい。ずっとうろちょろしてますね。ちなみにこれあれは作品の最初から最後までですか？最後までじゃないですけど、1個の大きな区切りまで。はい。じゃあ行きましょう。用意スタート。3回戦中2回オリジナルキャラ書くのやばいよな。分かってない。はやさんもしかしてバチョミントン書いてる？バチョミントン京都代表書いてる可能性もあるよ。今さやの方チラッと見えちゃったんだけど同じ人は思い浮かんねんだよな。でもそんなに京都から動いてなかったかなっていうイメージはあるんだよね。さやの勝ちだよそしたら。そういや別にでもそれしか思い浮かばないんだよな今。私ね初夢ね我々がやってるブランドの何にもがなんとサイゼリアとコラボ。なんで何をしたいの？でさやさんはサイゼリアの店員さんとしてここでお料理運んだりとかしてんだけど、なんだけど盛大にカツレツをひっくり返して「すみませんカツレツが!」小便みたいなことしてんの言ってる叫んでどうしようキッチンの人に「すみませんもう一回カツレツ作り直していただけないでしょうか」ってお願いしに行かなきゃいけないのになんて言ったらいいだろうかってすげえ困ってるって夢見たんだけど、ここからなんかハッピー要素なんかどうにか摘出してほしいんだけど。どういうこと？朝起きて夢の中でこうカツレツひっくり返してどうしようって言ってる自分しか思い出せなくて、でもこれ初夢なんだよなってどうにか幸運っぽい感じに解釈できないだろうかってずっと思ってたんだけど、そうでかいところとコラボしたっていうのがもう幸運要素でしょ。あそこ？じゃあ私はやっぱりすごく幸運な初夢を見たってことだね。いやそういうことよ。わあ嬉しい。私初夢よかった。マジ絶望したもん。昔バイトですごい大
大失敗した時の記憶蘇ってマジ辛かったもん。バイト入ったばっかりでさ、なんか誰に頼っていいのかも分からずさ、でもなんか自分がすごくでかいミスをしてしまったことだけは明白だったあの時のことを思い出してすごく辛くなった。夢の中でそのさ、やっぱ失敗したことを思い出すってやっぱあるあるなのかね。私結構試験に遅れるとか何にも準備できてないとかあるな。なんか発表とかライブとかあるのに何にも練習してないよみたいな。そうでもそれに近いかも。なぜかそういう時大概決まって吹奏楽部時代を思い出すんだよね。ありそう。ステージに乗って楽譜見たら初見の楽譜がなんか置いてあるみたいなそれすごい覚えてる。ということで最終戦、神奈川県横浜市から始まり京都府宇治市で終わりそうなキャラクター、せーのダン。これ京都に引っ張られてるんだよね。そう、私も京都にめっちゃ引っ張られてる。まあでもこれ開けてしまうと、一生京都付近うろちょろしてるんだけど本当だそうなんですよ。マキマさんじゃないです。いやそうだよね。いや僕もそう思う。そんな感じはしてて、チェーンソーマン調べたんですけど、モチーフになってる場所はあるんですけど地名は架空なんですよね。そうなんだよね。このキャラクターの地元は名古屋です。最初横浜にいて、地元に帰ってくるという形で名古屋に行きます。はい。でとあることがあり、京都に行くと、で京都でちょっと何かごちゃっとなったことがあって、木津に行きます。でメインの目的は宇治であるので、宇治に戻る。そのことが終わったので地元の名古屋、メインの名古屋に戻って、ちょっと所用があり宇治に戻ります。また所用があり、だからメインは名古屋から京都の宇治っていう感じ。さやさんがさっき言ってた現実的な地名が出ると連想されるというか、作品のこの方向性、スポーツ漫画か。はいメダリストのいのりちゃん。違います。違う。はい司先生。正解。やったー。なんで司先生の名前が今ねめっちゃ出てこなかった。そうだよ、名古屋だもんだって。いやむずいこれ。後輩っていうでしょ。名古屋であって、そうだ。で西日本の小中学生大会が宇治であるから宇治に行くんですけど、靴をね忘れちゃうっていう。そうだね、あったね。その木津駅ってとこまで走っていくんです。あったそうだ。戻ってきて宇治また。で名古屋にその後帰るんですけど、帰ってきてジャクズレ先生に迷惑をかけて怒られたから謝りにもう一回宇治に行く。そうだ名古屋だよ。名後輩とか言われたらもうそれはメダリストってなるんだけど、なんかそれが名古屋で開催されてるっていうなぜか認識がないんだろうな。気持ちいい。おもろ。結構むずいっすね最後。むずいねこれは。楽しい。これあと10問ぐらい作ってきてほしいね。もう絵描かないでいいから答え続けてほしい。ということで、でも総合的にはでもだってさ、このままだとだってさ、バチョミントンとさ、この裏ジャパンのさ、これでさ裏ジャパンが勝ってるだけになっちゃったバチョミントン vs 裏ジャパンで裏ジャパンの勝ちだっただけ。この絵が明暗を分けてる。いやもうこのオリキャラで勝負がついた。そんな振り切りすぎちゃった。振り切りすぎちゃったか。宮崎県生まれはどっかの県を見た県とかさ、場所を見てそこにイメージのあるキャラに引っ張られちゃうんだよね。そうすると急に選択肢が頭の中で消えてもう増えなくなっちゃう。っていうのがさ、京都だったらやっぱりなんかこう岩風というかさ、そういう場所のシーンがさ頭に出てきて、そういう場所にいたキャラってこのキャラだなっていう覚え方しちゃうからさ、最近の漫画ってインプットがまだ浅いのかも。そうだね。なんか反射で出てくるほどにインプットがまだされてないから、やっぱメダリスト読み返すか。読み返そう、見ろよ俺のバチョミントンをというわけで宮崎県生まれくんのファンアートお待ちしております。待つな書かすなこんなふわふわのキャラは。バチョミントンのルールも考えてくれると嬉しいですそういうなんかヒュペッタ話を見たい方はぜひスケットダンスを読んでください。何ヒュペッタ話。またそういうワードで、スケットダンス一気に読みたくなった今ので。ヒュペってるマジでヒュペってるからよくスケットダンス読み終えた人だったら俺が今ヒュペってるって言っただけで多分上がってるからそうヒュペるわ。篠原先生のそういうね架空のふざけたもう勢いだけで生まれちゃうみたいな面白いやつはぜひスケットダンスとか読んでください。今回スケートダンス出てきてないのに出てきてないのでぜひ読んでください。